じゃん、おはぎと大学芋です。では早速いただいていきたいと思います。私はおはぎもお芋、さつまいもも大好きなので、もう本当に食べるのがワクワクしてました。早速大学芋からいただいていきたいと思います。今回買ってきた大学芋がファミリーマートさんの冷凍の大学芋なんですけど、本当に美味しくて、コンビニの冷凍スイーツってこんなに美味しいんだって改めてびっくりしました。なんか冷凍された大学芋って結構外はパリパリなんですけど美味しそうそう、外はパリパリなんですけど、やっぱり中がスカスカだったりっていうことが多いと思うんですよ。でもこの大学芋は本当に中までぎっしり詰まってて、ホクホクというかちょっとモサモサする感じ、水分取られる感じというか、お芋好きにはたまらない食感なのかなと思います。本当に美味しかったです。聞こえますか？すごいカリカリ言ってますよね。自分でもこんなにちゃんと飴って感じのコーティングがされてると思ってなかったので、食べてみてびっくりしました。お次はおはぎを食べていきたいと思います。おはぎはもうお菓子の中でも多分1位2位を争うくらいの勢いで大好物なので、本当に幸せでした。こちらのおはぎは近くのスーパーで売っていたものなんですけど、チェーン店とかじゃないので名前とか紹介できなくて残念なんですけど、でも本当に美味しかったし、めちゃくちゃ大きかったです。なんか特大おはぎみたいな感じで書いてあって、あんこが山みたいな感じで乗っかってるので本当に美味しかったです。あとこのおはぎはもち米がすごい美味しくて、なんか私は基本あんこが好きでおはぎも好きなところがあるので、中のもち米でできたそのお団子状になってるそのお米の部分はあんまり美味しいとかまずいとか考えて食べたことがなかったんですけど、すごいもちもちしてて、お米の甘さというかも感じられてすごい美味しかったです。多分お米の味も感じるってことはもうあんこたくさん使われてたのに甘さが控えめとかそういう感じなのかなって思います、あんこ好きだけどこういうちょっと甘さ控えめなやつも美味しいなって思いました。ここでいつも食べてる感じできな粉も用意したので一緒に使っていきます。意外と重くてこれでももう半分食べた後なんですけど、結構ずっしりしてました。だんだん気づき始めるんですけど、あんことか大学芋のその砂糖で唇の周りがペトッとしたところにきな粉がまとわりついて、結構ついてないかなって言って口の周りを気にし始めると思います。すいません。私が使ってるきな粉なんですけど、大好きな幸福堂さんのおはぎのきな粉を再現しようとして使い始めたやつで、ネット上で見つけたんですけど、もう多分今はちょっと
どこの生地だったか覚えてないんですけど、きな粉1に対してグラニュー糖に入れる、で最後にお塩をちょっとだけ入れると似た感じの味ができるっていうので、それを私はずっとやってるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。そのきな粉のポイントとしてはグラニュー糖を使うところかなって思ってて、グラニュー糖って普通の砂糖と違ってジャリジャリしてるんですよ。そのジャリジャリ感が私は好きで、砂糖を食べてる感というか、罪悪感もあるんですけど、どうせ食べるなら、ね、美味しく食べたいので、私は結構そのきな粉を使ってます。あとは甘じょっぱいのが好きな人とかはもう間違いなく気に入ってもらえるかなと思うので、よかったら近くのスーパーとかであんこのおはぎは結構売ってるじゃないですか。だからそのあんこバージョンのおはぎをきな粉まぶしたりつけたりして食べてみてもらえたらいいなって思います。めっちゃ気にしてますねあと横をチラチラ見てると思うんですけど、なんか前撮影した時に私が使ってるカメラはGoPro なんですけど、止まってしまってバッテリーがすぐ切れるんですよね。あと熱で熱くなってエラーになっちゃったりとかして動画が止まっちゃったことがあったので、結構10分とか、5分に1回くらい動画を止めるようにしていて、なのでチラチラ横を見てるかもしれないんですけど、ご了承いただけると嬉しいです。この動画はもともと ASMR の咀嚼音とかの動画にしようかなと思ってたんですけど、結構うまく撮るのが難しいというか、マイクが多分ないと私の GoPro だとちょっと距離ができちゃって難しかったので、ちゃんと音が入ってたカリカリのところだけ AMSR 風になってます。 SNS のフォロワーさんからAMSR を聞きたいってやってみてっていう声があったので、そう挑戦してみようって思ったんですけど、そう出来上がった動画を見たら全然音がちゃんと入ってなくてまた機材を揃えて挑戦したいなと思っているので、リクエストくださった方は楽しみにしていただけると嬉しいです。多分ここら辺で食べながらたまにつぶやいてたと思うんですけど、すごい牛乳が飲みたくなる組み合わせでした。私は甘いものにはコーヒーじゃなくて牛乳とか豆乳とかミルク系のものを一緒に食べたいなって飲みたいなって思うタイプなので、すごく牛乳を欲してました。皆さんは甘いものとかスイーツ食べるとき何飲みますか？結構私の周りはコーヒーを飲む人が多くて、でも苦いのでなんか仲裁というか中和されちゃって、せっかく甘いの食べたのにって私は思うんですよねでもお母さんとかに言うとまだ味覚がお子ちゃまなんだよって言ってバカにされますでもコーヒーは飲めないけどコーヒー牛乳くらいは飲めるようになりたいなって思ってて、なんか銭湯とかにあるコーヒー牛乳の瓶のやつを飲めるようになりたいですあとこれもまたちょっと今回のおはぎとか大学芋とは関係なくなっちゃうんですけど、食べる時の顔、なんかモッパンとかやってる人ってすごい美味しそうで、なんか女の子だったら可愛く映ってるなって、可愛く食べてるなって思うんですけど、私どうしてもなんかもぐもぐしてる姿が全然可愛くないっていうか、すごいブサイクだなと思って、なんか可
可愛く食べられる方法が、咀嚼できる、もぐもぐする方法がないのかなってすごい思いました。ここから少しだけ倍速にしてお送りしていこうと思います。食べるのがゆっくりなのでちょっと早送りになります。ちょっと半解凍というか大学芋が溶けきってなくて中がシャリッとしていてびっくりしてます。この時間というかこの最後の2本を食べる頃には周りのコーティングの飴が結構溶けてしっとりというかとろっとしてたんですけど、逆に中がシャリッとしてて、なんか最初食べた時とはまた違った食感で、なんか溶かしながら食べるのもいろんな食感を楽しめて美味しいのかなって思いました。これはファミリーマートさんでどこでも買えると思うので、よかったら試してみてください。ラストどっちを先に食べるかちょっと悩んでおります。でも私はもうおはぎが大好物なので、おはぎを最後に残して大学芋から食べることにいたしました。あと今回そのおはぎを食べようって思ったのが、そもそもファミリーマートさんで売ってる桜スイーツを買おうって、やっぱり今おひなさま前のなんか新作スイーツがちょっとずつ出ていて、それを落ちちゃった買いに行こうと思ってファミリーマートさんに行ったんですけど、大学芋を買ってきたのは今まだ売ってなくて、何も買わずにっていうのもなと思って冷凍の大学芋があったので買ってみました。で、何か動画を撮影しようと思っていたので、和菓子の気分だったし、和菓子売ってないかなって思ったらスーパーのお惣菜屋さんのところに、お惣菜売り場のところで特大おはぎというのがあったので、それを食べることにしました。最後だ。なんかお菓子とかケーキとかって最後の一口とかなんかもう残り少ないってなるともうすごいなんて言うんだろう、名残惜しくなりませんか？私はそう思うから、食べる時は本当になんか気持ち悪くなるくらいまで、もういいってなるくらいまで食べたいなって思うんですよね。だからコストコのチーズケーキが私はすごく好きなんですけど、いつか大好きなのでホールでそのチーズケーキも食べてみたいなとかあとは焼き芋も大好きなので、なんか YouTube で大食い企画とかしてる人をよく見るんですよ。なんかいいなって思いながら、焼き芋とかね、そういう好きなものの大食いちょっとやってみたいなって思ってます。でもそんなにどうなんだろう、今いくらぐらいなんだろう。コストコの会員証私は持ってないので、すぐ行ったりというか頻繁に行ったりできないので値段とかがわからないんですけど、そんなに安くないのかな。なんか大きいからどうなんだろう。またでもやりたいなと思ってますまた気にしてるそう本当に短と近くに鏡とかを用意しておけばよかったのに、準備が悪いと思って今後はちゃんと準備しますあ
あと水分を取らずに食べてたので、結構喉が水分を欲してました。カピカピになってて。一口でいけると思ってたんですけど、意外といけず。あと一口ですね。めっちゃついてる。なんか気にしてただけかなって思ってたんですけど、やっぱついてましたね、唇に。でこのあとちょっとバッテリーが切れてしまって、やっぱりね、10分20分なんか1回でそれぐらいしか撮影できないんですよね。じゃあ本当に多分最後の一口ですなんですけどこのあときな粉でちょっとむせてしまって、結構吐き出さないように動画回ってるってこうなってます次からきな粉食べるときは気をつけようって思いました。外じゃなくてよかったです。そうなんか AMSR を撮るつもりで回してたから咳をしちゃいけないって思って頑張って抑えてますむせるのと美味しいのせめぎ合いで頑張ってます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったよっていう方はいいねボタンとか、あとはチャンネル登録とかで応援していただけると嬉しいです。コメントとかもインスタ、TikTok、X 全部お返ししてるので、ぜひぜひリクエストも感想もお待ちしております。最後までありがとうございました。本当に美味しかったです。